前回4弦から5弦に魔改造していたベース、僕のハジャちゃんに必要なのは美容です。これからの活動に備え、人々に愛されるためには化粧してやらなくてはいけないのです。今回はベースの美容編です。まずボディの魔改造を追加でやらかしました。ポテンショメーターの位置を少し移動しました。これは様々なブリッジの取り付けのテストをしていた後です。塗装で全部細かせます。エンドピンの代わりにダンロップ産のストラップロックフラッシュマウントタイプを取り付けます。結局バッテリーボックスを取り付けることになりました。後藤さんのバッテリーボックス 9V 仕様になります。ピックアップフォームに塗装がつかないようにマスキングをして250番のヤスリ紙でサンディングします。汚れたところを拭き取る感じで柔らかにサンディングしていきましょう。最後にライターオイルとキッチンタオルで拭き取ります。水性ステイン、塗装ブラシ、適当な皿、水を用意しましょう。適量のステインを皿に盛ります。プレイ用のラテックス手袋です。そしてご覧の通り塗っていきます。一方向で塗っていきましょう。パスウッドの吸収性は良い、良くないではなくおかしいと言えます。二度塗りは原液のままで塗ります。私はほぼソリッドカラーに近い濃く塗ることに決めました。ステインが乾燥する前にステインが流れているところを綿棒で拭き取りましょう。毎回忘れずにやっていきましょう。3度塗りも同じ要領で塗っていきます。隅から隅へつぶさに塗っていきましょう。速乾性なので便利です。タミヤさんの研磨スポンジ1500番を用意しましょう。スポンジに水をつけて柔らかに磨いていきます。ブラシの跡を整える感じでいきましょう。次の塗りがきれいになるようにはこの工程が必要です。このスポンジは EMG さんのピックアップと一緒にやったものです。これを使って追加のステイン塗りをしていきます。4度塗りでステイン本来の色が出てき始まりました。頑張ってください。次は研磨スポンジ1500番でドライサンディングをしていきます。力を入れすぎないように気をつけましょう。サンディングが終わったら水をつけたキッチンタオルで拭き取ります。コド塗りも同じ要領で塗っていきましょう。これからピックアップキャビティを筆で塗っていきます。ボディのように色が出てくるまで塗っていきましょう。ステインの塗装はこれで終わりです。これが本当の終わりだったらいいなと思ったりして、最後に研磨スポンジ3000番でウェットサンディングをやっていきます。塗った方向と垂直の方向にサンディングをし、スポンジの跡を整えていきましょう。跡がどんどん消えていき、まるでスプレーで拭いて塗った感じになります。もう少しです。頑張って磨いていきましょう。はい、完成です。これから放置プレイです。上塗り用の水性ワニスです。よく振ってください。原液をブラシにつけてボディの上に塗っていきましょう。ワニスの色がちょっとあれなんですが、気にしたら負けです。必ずブラシで塗らなければいけません。研磨スポンジ1500番でブラシの後に垂直に磨きます。ウェットよりはドライサンディングがおすすめです。次は裏面です。楽しくお塗りください。ステン塗りと同じ要領で流れているワニスを綿棒で拭き取りましょう。裏面も同じ要領でドライサンディングしていきましょう。ブラシの跡が 100% ではないけど消えてきます。終わったら30分間乾燥です。2度塗りも同じ要領です。拭き取るところは乾燥する前に忘れずに綿棒で拭き取りましょう。これからのサンディングは輪を描く感じでしていきましょう。3度塗りも同じ要領でやっていきましょう。より良い結果のためにワニスをこれより 2,3 度ぐらいもっと塗るのをおすすめします。塗装が固まったところはもっとディテールに整理していきましょう。最後にウェットタオルで拭き取って終わりです。これが最後のウェットサンディングです。より綺麗な塗装面が欲しいからです。力を入れすぎないようにして柔らかくやっていきましょう。ライターオイルでついているワニスのくずを拭き取ります。サンディングの中に向けたところは補修していきましょう。なかなか塗装面が整理されていますので、この状態でコンパウンド磨きをすればもっときれいになります。また放置プレイをしましょう。これからフレットのパリを消して演奏感をアップするフレットラウンディングという作業をしていきたいと思います。まずは指板の上にマスキングテープをつけます。テープをつけるにはちょっとだけのコツがいります。狭いフレットにはテープを折りたたんで見ての通りつけましょう。他のフレットにも同じ要領でつけていきましょう。ご覧の通りフレットの果ての側面を磨いていきましょう。かなりの精密さと根性が必要だし、塗装とは違ってやり直しができないのでご慎重にいくべきです。この作業に自信がない方にはお匠さんに頼んでもらった方がいいと思います。
HJ には頼まないでください。すべてのベースがハゼちゃんになります。ネックの側面を触りながら確認します。これからフレットにキラキラを与えてくれるポリシングという作業です。塗装の時使っていた研磨スポンジを捨てずにリサイクルしているところです。1500から3000番の細いやつを使ってますので、フレットの反りすぎまでにはいかないが、力を入れすぎないようにしましょう。テープを全部剥がして最後の結果を確認します。いい感じですね。これならいけます。次はめんどいけど再マスキングをします。これからタミヤコンパウンドをチャラめで研磨しましょう。このコンパウンドは金属にも効きます。ツヤが見えてきます。作業したフレットと待機中のフレットの光沢が違うのがわかります。見ている私の気持ちが良くなってきました。残りのフレットにもちゃんと研磨していきましょう。美少女が弾くベースのフレットはキラキラするべきです。だから私が毎日ベースを弾くときキラと散々言ってるわけです。次は細めで磨きましょう。これでツヤツヤがアップします。主張せずこすりにこすって光沢を作っていきましょう。テープを全部剥がして綺麗でしょう。これから残っているコンパウンドをライターオイルとキッチンタオルで拭き取ります。綺麗がアップしました。美少女のたしなみは綺麗な歯です。ちゃんと歯磨きをしましょう。ネックのサンディングは引き心地にも関わる作業なので慎重にするべきです。特にヘッドの面にある埋めたチューナーホールも塗装でごまかすつもりなのでちゃんと整えておきましょう。サンディングが終わったらボディのように拭き取りましょう。指板のところをマスキングします。ネックと指板の境界線に合わせてマスキングテープを貼ります。もしネックの裏面に色塗りをせずにオイルフィニッシュとかクリアフィニッシュの場合には指板の表面だけマスキングをすれば OK です。私は指板以外には全部色塗りをするつもりなので必死にマスキングをしてます。色は衝撃のホワイトにします。白いステインはもっとシェイクして使わなければいけません。塗り方はブラシを使わずにスポンジを使って塗っていけば OK です。ホワイトを選んだ理由は赤いメイド服と白いエプロンの感じを再現するためではなく人生初めての魔改造失敗のリベンジのためです。後で完成済みのベースを見ると意外と可愛いと思います。HJ の目に狂いは一切もないので信じてくれ。このネックジョイントの部分にはボディと同じ色を塗れば OK です。塗ったらちゃんと仕上げしていきましょう。トラスロットホールにも塗りましょう。ここまでにワニス塗りはいりません。ステインの作業が終わったらテープを剥がしますが、境界のところに気をつけながらゆっくりと剥がしましょう。慌てて剥がすとステインの境界面が壊れてしまう恐れがあります。慎重に剥がしてもミスが出る場合があります。印象剥がしは絶対にダメです。剥がしたらご覧の通りエラーを修正していきましょう。次は3000番の研磨スポンジでウェットサンディングをやっていきます。ヘッドはヤスリホールだと600番のサンドペーパーで整えていきます。側面も忘れずに作業しましょう。ネックの裏面は手に直接触られるところなので引き心地を考えて作業しましょう。ネックとボディともに塗装されているので塗膜の厚さほどネックポケットは狭くなりネックは厚くなっています。この状態で無理やり取り付けると塗膜が壊れてしまう恐れがありますので加工しておきましょう。ゆっくりサイズを合わせながらネックジョイントのところの塗膜とネックポケットの壁についているステインを剥いていきましょう。1回で終えようとしないで少しずつ剥きながらこの過程を繰り返していくのが大事です。あと1回繰り返していけそうになりました。やっとサイズがぴったり当てます。最後に気になるところをご覧の通り修正すればこの作業は完了になります。これからネックにポリウレタンの上塗りをしていきたいと思います。布につけて表面に塗って乾燥して済むタイプなので簡単そうに見えますがテクニックが必要です。塗りすぎると塗装面が黄色になってしまいますのでできるだけ薄く塗るのが重要です。一度塗りが完全に乾燥するまでほぼ1日ぐらいの時間がかかります。乾燥したら100円ショップにあるメラミンスポンジに水をつけて軽くサンディングしていきましょう。乾燥する間についたホコリを取り研磨しすぎないようにこれを使いました。3000番の研磨スポンジを使っても結構です。この作業を3回か4回繰り返します。これからボディのコンパウンド作業です。まずザラメを使って磨きます。ツヤが出て塗装面の凹凸が目立つことになります。ザラメのコンパウンド作業が終わったら凹凸を整えるため研磨スポンジ3000番で磨くことになります。実はこれ素手でやることではありません。これから3000番でサンディングしていきます。2000番の場合にはウェットサンディングがおすすめです。
この時ワニスが向けてステインの塗装面がさらされることがあります。その場合にはワニスを追加で塗る必要もありますね。これは一度で終わる工程ではありません。コンパウンディングのちサンディングのループです。私も何ループしたのか記憶がございませんが、この工程でボディにツヤができるようにするのができました。多分。次は細めコンパウンドです。確実にザラメよりもっとツヤが現れるのがわかります。ところどころステインの向きがありますが、後で修正すればいいです。この作業は素手でやることではありません。大事なことなので2回言いました。最後に仕上げ目コンパウンドです。ボックスからしてピカピカです。ツヤがどんどん増してきて、物が映るようになってきました。私はこのボディを鏡の代わりに使えるように全身全霊で磨いていきたいと思います。はい、嘘です。長い時間がかかり、たくさんのエネルギーがいる工程になります。そばにチョコレートを何個ぐらい置いといて作業するのをおすすめします。仕上げとしてワックスを塗ります。ダンロップさんのカルナバワックスです。見ての通りボディの上に塗ってしばらく置いといて輪をかけながら柔らかくこすります。この製品は力を入れすぎて磨くと塗装面が無駄に研磨されるので気をつけてください。ツヤがもっと増してきました。隅から隅へちゃんと塗って拭き取りましょう。これでボディの塗装は全部完了しました。そのまま置いてまた放置プレイをします。ついに再取り付けの日が来ました。新しい仲間を紹介します。フラッシュマウントプラグです。次はバッテリーボックスです。この子は一度使って忘れられない子です。HJ の対抗物です。いただきます。他の仕方は以前の動画で説明した通りです。ポテンショメーターホールには塗料がついていて多少狭っているのでサンドペーパーで穴を広げる必要があります。そしてとっても貴重な方にご足労いただくことになりました。Wilkinson USA Multi Adjustable Base Plate 6 String Black です。前回の説明の通りサドルの分離ができますし、クローム、ブラックともに同じスペックなのですぐ移植できます。やっぱり同じブラックのコーディネートで美しさがアップ。残りは5元ブリッジとしても活用できそうです。テープを剥がし芝についている上塗りを消していきましょう。残っているところ、ここにワニス作業をしていきます。ボディと同じ要領でワニスを塗っていきましょう。サンディングも忘れずに、コンパウンド作業も忘れずに。ネックのコンパウンド作業はボディと同じ要領ですが、私は細めから仕上げ目のコンパウンドを使ってポリッシングをしていて、その後カルナバワックスで仕上げしました。芝の上にダンロップさんのフィンガーボードコンディショナーをたっぷり塗って1時間後残りを拭き取って一晩ぐらい放置プレイをしときましょう。残りはネクとボディのファイナルフュージョンしかありません。ネクジョイントに生年月日とサインを書いときます。最後の最後にネクとボディをフュージョンし弦を巻いてチューニングと調整をすると完全体のハジャちゃんの誕生です。赤いステンとワニスはたまたま家のどこかにあったものです。半分ぐらいありましたがほぼ使い切りになってます。ワニスも半分ぐらい残ってましたが使い切りになりました。本番に入る前にいろんなテストを行ってみました。もっと良い結果が出る塗り方がこのテストで分かることになりました。塗装して確実に音が変わりました。よりたくましく清熟なサウンドになりました。動画では色を塗って適当に乾燥しすぐ取り付けたように見えますが、ネックとボディともに放置プレイ、これでその昔失敗していた初めての魔改造のリベンジは成功しました。とっても嬉しいですが、今度はこんな風には色塗りしません。とってもしんどかったです。それでは次回をご期待。